おはようございます。画家の小木曽です。今日はですね、うまい絵といい絵の違いについてお話ししたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。これちょっとね、質問であったんですけど、確かになと思ってですね、私なりに、考えてみました。で、もう皆さんが自分自身でその哲学を持って自分のいい絵と、うまい絵どう違うのかっていうのを考えてほしいきっかけにしておりますので、私の意見が全て正しいというわけではございませんので、皆様でしっかりと考えてみられてください。こういった機会をぜひ、活用して自分なりのいい絵、うまい絵考えてみてください。で、私はやっぱりいい絵を描いてほしいなというふうに日頃から思っております。皆さんに対して。で、もちろんうまい絵を目指されていくということもあっていいとは思うんですけども、私なんかは上手くていい絵を目指してます。両方取って、ずるいなっていう感じかもしれませんけども、基本的には、やっぱり僕が好きな画家っていうのが、上手くていい絵描いてはるんですよ。で、単なるうまい絵っていうわけじゃないですよ。で、ここの違いって何なんやろなっていうのをちょっと質問がありまして、私なりに考えてみました。で、例えばですね、皆さんが美術館とかに行って、ものすごい記憶に残ってる絵とそうじゃない絵ってないですか？例えば、どこどこ美術館展とかっていうのが、例えば海外から美術館の展覧会が来て、で、その中でメインとなるやつっていうのは、大体ポスターとかにドーンと大きく載っていて、フェルメールとかね、ゴッホーとかドーンと載っていて、で、裏のポスターとかチラシの裏に何枚か10枚ぐらい写真があって、この作品っていうのがメインになるんやなっていうので、実際に美術館とか行ったら、ね、100枚ぐらいあるうちの、やっぱりその10枚ぐらいはやっぱり見ますし、これは結構記憶に残りますよね。でも、あとの90枚ぐらいって案外記憶残ってないんじゃないですか。どうですか？なんとか美術館展とか行った時に、例えば前半の方とか、例えばオランダかなんかの展覧会とかで、例えばフェルメールとかが来てて、17世紀ぐらいのオランダの何展みたいなの来てた時とかでも、初めの方でめっちゃ上手なやつとかあるんですよ。例えばベネチアを線とかビシューっと描いて、透視図法で描いて、めちゃくちゃ細かく描いてあって、でも作者名全然覚えてへんぞと。これね、多分うまい絵なんですよ。でも何かいい絵という定義に入ってこないんじゃないかなというふうに私なりには思ってしまう。例えば、有名なところで言うと、ヒトラーっていう人ね、あんまりヒトラーとか YouTube で出すとあれなのかもしれないですけど、あの人の絵って、多分うまいんですよ。でもね、それ以上言うと怒られそうなんであれなんですけど、皆さん見たことあるんじゃないですか。で、結構うまい絵といい絵って、例えばピカソなんかも、若い頃とかに描いてるデッサンとかはうまい絵なんですよ。でも、いい絵かというと、っていうところがあったりする。で、その美術館とかに行った時に、何々美術館展とかダーッと見てったら、なんか記憶に残らんくて、なんか、この絵めっちゃ記憶に残ってるなと。それがなんかいい絵であったり、うまくていい絵なんじゃないかなっていうふうに思うんですね。で、そのいい絵の僕の中での定義っていうかは、まずいい絵の方を言うていきます。まずじゃあ、うまい絵言うていきましょうか。で、うまい絵っていうのは、まずね、忠実な再現性っていうのを持っている絵がうまいというふうな絵なんじゃないかなというふうに定義づけました。要は、すごくあたかも写真みたいとか、写真によう写せませたね、みたいな感じの人っていうのはうまい絵かもしれない。忠実な再現性ですね。あとは、それにプラスアルファ、もっと方法論をしっかり理解できている人はよりまたうまかったりします。例えば遠近感の出し方、こうやってやるとか、前後関係こうやって出すとか、質感こうやって出すと。で、こういうことを理解できて、それを画面に定着できていくという人はうまい。けど、いいかどうかってそこはね、ちょっとなってくるわけですよね。で、例えば、うまいので、最近よく見かけるめっちゃうまいなと思うのが AI。めっちゃうまくないですか？なんかうわ、まさに人間みたいや。うわ、こんな人おるわとか、うわ、こんな顔、めっちゃ可愛らしいこんな人やとか。なんかね、この顔でこの体で全然、非対称やけどうまいこと構成できてるわ。けど、初めの頃その AI とかで描いた
画像とか背景とかには皆さん感動したかもしれないですけど、ちょっと慣れてくると当たり前になってきて、いいっていうふうには思わなかったりしませんか？これは何なんですかね。この違いって何なんでしょうか。で、それがやっぱりこう AI とかで書かれているようなものとかっていうのはやっぱりうまいと。いろんなものをこうね、抽出して書いてあるから再現性、忠実な再現性があって、方法論もある程度 AI が理解しているけど、でもいいかっていうとね、ちょっとクエスチョンマークがつくところもある、見慣れてくるとね。でも AI って絶対にまたそれに私が喋っているようなことに追いついてくるはずです。絶対。恐ろしいですね。じゃあ家って何やろなっていうと、やっぱ目的とか主張がしっかりあるんですね。これを伝えたいとか、これをやりたいとか、この絵を見て皆さんこんなんどうないでかっていうことを言えるかどうかっていうことがまず家にはあります。大概あります。いや全部あります。で、あとはね、絵の具とか物質と呼ばれるものをちゃんと習熟して理解をして、それをもって、画面に定着していっていると。簡単に言ってしまうと、なんとなくっていうのがなくて、私はこの絵の具はこの厚みで描くんや。この透明水彩のこのグラデーションはこう描くんや。こんな感じになればええなとか、たまたまできましたっていうのじゃなく、家っていうのはそこのところを自分の中でしっかりと、もちろん偶然的なものを利用することもあるんですけど、偶然を最大限必然として活用できているっていう絵なんですね。難しいですか？偶然を、要はもう何度もやってると、偶然というものがもうある程度自分の中でコントロールできるようになってくると。で、ある程度そのコントロール下の中で、でもそれでも新しい実験的なことをする。で、そのかなり状態が高くなっていってる。すごくレベルが高くなっていっている状態で、絵の具やら物質、そして、例えばサポートですね、指示体とか紙とかに関して自分が目的や主義主張のために必要なものとしてこれを活用しているということがすごく大事なんじゃないかなっていうふうに思います。そしてやっぱり画面に対して責任をしっかり四隅まで取れている。こんな感じになればええな、こんな風でいいかな、見る人がこんな風に感じ取ってくれたらええのになとかじゃなくて、私はこうなんやっていうぐらいの僕は言い切りの強さを持ってくる、作品というのが個人的にはすごい好きです、という感じでございます。そして、作者自身がやはりですね、それに絵に関して自分が描いているものにちゃんと感動できているか、これすごく大事です。よくあるのは、こう人から写真を借りて描きました。なかなかそれって感動できないんですよ。だってその場に行ってないし、実際にそこで感じ取っているわけじゃないじゃないですか。やっぱりそこのところでね、感動するという行為を行って、それで、例えば写真撮るとまだマシですけど、それで時間が経つとやっぱり人間って忘れっぽいじゃないですか。昨日の晩ご飯覚えてます？あれ、俺何やったっけな。ね、おとついの晩ご飯覚えてます？あれ何やったっけな。昨日は唐揚げでした。おとついは何やったか、蕎麦ぐらいでええわって言って蕎麦にしたから、ちょっと覚えてるけど、皆さんどうですか？ 3 日前ぐらいになるともう忘れてるでしょ？ 1 週間前に行った旅行の写真を元に書いたりとかすると、その感動って薄まるということでございますよ。っていうことで、やっぱりそこのところで、自分自身が、自分の絵に対してもですよ、感動できるかっていうこととか、ができているかっていうこと。で、そういったことと、最終的にはやっぱり唯一無二。もうそれも絶対そうなんですよ。で、それは自分の中で僕なんか写実的な絵を描いているんですけど、やっぱり唯一無二感を出すのはすっごい難しいです。で、僕の場合のやり方っていうのは、一つは、例えばね、1980年代ぐらいに流行ったドラマありますよね。山下清の放浪記みたいなドラマ流行りましたよね。芦屋雁之助さんが。ね、おにぎりもらいながら言ってる。で、ああいうプロセスみたいなものを見せるっていうことを僕は逆に唯一無二感にしてるんですよ。わかります？単に絵だけじゃなくて、絵だけじゃなかなかそこまで伝わらんけど、僕のやり方ですけど。ね、もう僕はどうしても写実系の絵が好きで、どうしてもそういうのが好きやから、自分の中の方法論として考えた時に、山下清の放浪記的なのがなんか特番みたいなんでやってました、僕が子供の頃。あれを自分自身でやってみようということが一つのアプローチの仕方とか。
例えば人物が描くときに僕は人物と風景を一緒に描くことが多いです。これ意外とやってる人少ないんですよ。だから人物と風景、僕は卒業制作東京芸大出るときに生物と人物画を一緒にした絵を描こうと思ったんですよ。でそういうことをして僕なりには一生懸命唯一無二感っていうのを探していったんですよ。写実絵画と呼ばれるようなジャンルにくくられる中でも自分なりの何かもうなんとか人と違うということをせんといかんということを考え続け、今もそれを考え続けているんですけども、そういう唯一無二感みたいなのが出てくるといいんじゃないかなというふうに思います。だから例えば本当に目的や主義主張があったり絵の具を理解しているということでいうとゴッホとかね、モネとか、やっぱりモネなんかうまい、ちょっと方法論とかもしっかり理解してるから遠近感みたいなのとかもね、ゴッホも理解しようとしたけどなかなか理解できんかったりとか、その印象派以前、セザンヌ以前の遠近法は理解できなかったけど、自分なりの方法論というのを作り出して、絵を描いていったっていう、例えばセザンヌっていう人もやっぱりいい絵を描いてる。かといってうまいかというと忠実な再現性というのはないような気がするんですね。で、じゃあうまいといい絵を両方兼ね備えてる人っていうのはまたこれ少なくなってくるんですけど、僕の中ではやっぱりフェルメールかなと。で、同時代に活躍したヤン・ステーンかな。僕はなんかスーテンってずっと覚えてたんですが、ステーンってヤン・ステーンっていう、オランダの画家がいるんですね。ものすごい作品数は多いです。フェルメールなんかはものすごい少ないんですけど、現存している作品って50枚もないぐらいかな、フェルメールは。でも800枚ぐらいあると。で、同じ時代にすごく人気があった。でもフェルメールのがガッと僕の中では好きやったり、大体フェルメールとヤン・ステーンっていうのは大体展覧会がなんとか美術館展って開かれると来てます、大体。皆さん知ってました僕は結構嫌いじゃないから覚えているんですけど、結構来ているんですよ。で、すごくうまいし方法論も分かってるし、日常フェルメールと同じように日常を書いてたりとかするんですけど、何かちょっと違うあるんちゃうかなというふうに思ったりとかします。例えばレンブラントっていう人もやっぱうまくていい絵描いてるんちゃうかなっていうふうに思うんですね。例えばカラバッジョから流れてきたカラバッジェスキ、カラバッジョもすごくうまくていい絵描いてます。主義主張もあるわけで再現性もあるわけですよね。でもそこで生まれてきたカラバッジェスキっていうカラバッジョに憧れた人たちっていう、カラバッジェスキというくくりにはされてるけど、そこでなんかね、皆さんパッと出てくる画家さんいますか？でもそこからレンブラントっていう人は自分のオリジナリティみたいなのを絵の具の物質感に求めていったというところで、うまくていい絵で主義主張があるというような感じじゃないかなというふうに思います。例えばルネサンス期とかの、ダヴィンチもそうしかり、うまくていい絵描いてるし、ミケランジェロもうまくていい絵描いてる。ラファエロなんかもやっぱうまくていい絵描いてるけど、若干やっぱり2人のものを取り合わせているところがあるから、その後のマニエリズムとかになってくると難しいでしょちょっと皆さんの記憶に残りづらい作家さんが増えてくるんじゃないかなというふうに思うんですね。だから僕は個人的にはこの21世紀、もう AI 全盛の時代というのは、うまい絵というよりいい絵を描く方が近道やと思いますし、うまくなるのは後でもうまくなっていけます。でもいい絵描くのってすごく難しいと思ってます。だからまず目的や主義主張っていうのが何でもいいんですよ。ものすごいこの抜けた空間のスポーンとかね、青空が光がドーンとか、ここに影がベーンとかシャーとか、なんかそういうことから世の中に起きているような何か理不尽なことかもしれない、社会問題かもしれない、政治のことかもしれないし、世界で起きている何か紛争戦争のことかもしれないし、そういったことを主義主張とか、あとはこの画材を使うという目的のための素材を理解をして、それを習熟した上で絵の具を使っていったりする。そして画面に対して責任を取る。それは構成としてもこういう構成、もういろんな動画上げてます。そういうのを合わせて見てほしいんですけど、構成というのを僕なりの考え、これはもう私なりの考えですっていうのを理解し、そして作者自身がこうちゃうかとか、こないちゃうかとか、こうじゃないかとか、ここはスピードがある線でとか、長い線でとか、ここはこうでとかっていうことが試行錯誤された上で定着していっているということ。そしてその作者自身がやっぱ感動しながら、かっこええやろとか、綺麗やろと思えているかどうか。そしてそれが最高の
ものとなってくるのは唯一無二であるというふうになってきた時に家になるんじゃないかなと。そしてそれを続けていった時にもしかして方法論みたいなものとか再現性みたいなのが必要になってきた時にはね、うまくていい家につながっていく可能性もあります。例えばルノワールという人の僕は全盛期はすごくてうまくていい絵を描いていたんちゃうかなというふうに思うんですけど、やっぱ晩年になると若干なんかこうって思う僕はね。はい、皆さんのご意見ご自由に。でモネなんかは自分自身が目が悪くなってったりとかしてね、全盛期もいいけど晩年もそれを理解した上で自分のその体を理解した上でできることというのの最大限のパフォーマンスというのをやっていってるから、うまい絵よりどっちかというといい絵が強くなっていったんちゃうかなというふうに思ったりとかするんですね。だからその辺っていうのはうまくていい絵だからね、写真を忠実に写していくっていうだけやったらやっぱりうまい絵までもいかないかもしれない。やっぱりうまくていい絵またはいい絵、これを目指していかれるといいんじゃないかなと思います。これは自分自身私自身への戒めも半分入っておる動画となっております。皆さん自身の考えまとめて、られてはどうでしょうか。あとは何か意見とかコメントとか適当にあれば皆さんのコメントをねコメント欄に書いていただければ嬉しいと思います。この動画面白かったということでぜひチャンネル登録してない方、あとは高評価よろしくお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。以上です。チャンネル登録チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。